こんにちは、プリンセスモナコです。今日はね、押し寿司を作りたいと思います。お祭りの時に食べるお寿司をね、笹寿司っていうか薄皮で四角く正方形に包んで折った押し寿司です。はい、その準備にね、鮭と大根を甘酢で一晩つけておきます。はい、一晩つけてからね使うのでね。はい、その準備します。押し寿司の準備します。寿司飯だから食欲のない時でもね食べやすいと思ってね。大根は皮を剥いて、はい、今大根切りましたよ。これにねお砂糖を大さじ1杯ほど入れてね、酢も浸るくらいに入れます。味を見ながらね、お砂糖と酢を入れて一晩浸しておきます。これを切りますね。切ってタッパに入れて砂糖と酢で、浸しておきます。骨取りました。これも大根と同じように砂糖2杯と酢も浸るくらいに入れます。鮭を砂糖酢に浸しました。はい、じゃあこの鮭が準備できたら押し寿司したいと思います。ちょっとお待ちください。ありがとうございます。こんにちは、プリンセスモナコです。今日はね、押し寿司したいと思います。お願いします。押し寿司の寿司飯準備しましたよ。よいしょ。これはね、押し寿司に入れる鮭です。1日半前からね、砂糖酢に生鮭を切って浸しておきました。これは大根です。大根もね、砂糖酢に浸しておきました。1日半ほどね。これは干しエビ、赤いのでもいいけど、これ色ないのです。これはガリです。紅生姜でもいいです。これはレモンを切りました。でね、本当はね、笹寿司にするんだけどね、今ほら熊とか出るしね、笹の代わりのこういうの市販のを買ってきました。これを笹の代わりに使いたいと思いますよ。こんなんなってね、これを縦に半分横に半分切りますね。そして今ちょっとハサミで切っとったとこですよ、ね、大体でじゃあこれをね、ご飯を握っていきますね。どれくらいかな。これに入るぐらい、これに真ん中にこう収まるくらいだから、もうちょっと
大きいかな、これくらいかな。はい、これくらいのおにぎりを作っていきますね。よいしょ。溶接するからね。そしてこれらを挟んでいきますよ。ね。じゃあお魚からいきましょうか。お魚は、鮭はほらちょっと白っぽくなってるでしょう。酢に示して、これで大丈夫ですね。よいしょ。これを本当はささ取っておけばいいんだけどね、こういう風にします。置きます。これも置きます。そしてご飯がくっついてしまいます。そしてですね、今何したっけ。まあ順番はいいんですけど、どちらでもどんな好きな順番で、まあこれを全部入れるわけですよね。生姜とこの全部入れますよ。よし、こういう感じです。下に鮭とレモン、上に大根とレモンとエビをしました。あとはこうして、そして箱とかあるばいいんですけどね、こういうところに並べていきます。そして上からね1時間ほど重ししときますよ。そしたらそれで出来上がりですよ。本当は押し寿司の箱入れるね、箱とかあるんですけど、うちはもう捨ててしまったので大根を下でもいいんですよ。好きなようにね、こんな感じでも構いません。生姜も下にやっても構いません。自分の好きなようにね。箸でやって、でレモンを置いて、このエビもいい香りして美味しいですわ。そしてこうね、こうでしょう、でこうでしょう。そして並べていきます。こんな風に。はい、はい、こんなになりましたよ。これをね、ちょっと本かなんかお魚いっぱい余ったけど、もうご飯がなくなったのでこれでいいでしょう。ご飯がね固まるから。このぺっちゃんこになってね。この箱はこれお盆だから、ちょっと箱がね、お盆だからお寿司が伸びて広くなってしまいますよ。本当はね、ちょっと自分で手で押したんだけど、開けてみます。わあ、ぺっちゃんこ。
もっとねこれ広い狭い箱だったらね厚みが出てねもっと美味しいかも。こっちを見るとこういう感じこういう感じになってますよ。こっちはね薄っぺらい。こっちは大根と干しエビと入ってます。はい、ご飯出来たてだからやばい。本当はねお店で買う笹寿司はこれが笹になっていて、こういう大きくないね、もっと小さめでちょっと幅がありますね。ご飯の量は同じくらいかな。市販の方が少ないね、やっぱりね。はい、こんな感じです。寿司飯だし、大根にも鮭にも味ついているから、干しエビが香ばしい味もついているからね、レモンが酸っぱいしね、これ美味しいんですよ。はい、というわけでした。今日は押し寿司を作ってみました。お祭りでもないのにね。最近漬物ばっかり作ってたので、今日はお寿司でもと思って作りまご飯やばい。ご飯やばすぎ。ちょっといただきます。寿司飯美味しい。大根も生姜も美味しい。はい、今日はというわけで美味しい押し寿司を作ってみました。こんな感じね。ありがとうございます。見ていただいて。プリンセスモナコでした。